データの先に見える世界のリアル。マッチングアプリで理想の相手を探している。そんな人は今や決して珍しくない。だが、ふと立ち止まって考えたことはないだろうか。このアプリは本当に自分を結婚させたいのだろうか、と。私たちは毎月の料金を払い、来る日も来る日もスワイプを繰り返す。けれど、どれだけ使っても、なかなかゴールにはたどり着けない。それは、本当に自分の魅力や努力だけの問題なのだろうか。今回は、マッチングアプリのビジネスモデルそのものに目を向けていく。アプリがどうやって稼いでいるのかを、決算データから丁寧に読み解く。すると、利用者と運営会社の利害が必ずしも一致しないことが見えてくる。ただし、最初にはっきり断っておきたいことがある。これは、アプリは悪だ、という陰謀論の話では、決してない。アプリで実際に結婚した人も、世の中にはたくさんいるからだ。大切なのは、仕組みを正しく理解した上で、賢く使うことにある。チャプター1、巨大化するマッチングアプリ市場。マッチングアプリは、今や一大産業へと成長を遂げた。国内の市場規模は、2025年の時点でおよそ1023億円に達している。そしてこの数字は、2030年には1380億円まで伸びると予測されている。もはや、一部の人だけが使う特別なサービスではなくなった。ある調査では、20代から60代の約4割が利用経験を持つという。とりわけ若い世代にとっては、出会いの主要な入り口になりつつある。国の公的な調査でも、その存在感ははっきりと数字に表れている。今結婚した夫婦のうち、ネットで出会った割合は 13.6% に上る。およそ7組に1組が、アプリや SNS をきっかけに結ばれている計算だ。25歳から29歳の層に絞ると、その割合は 21.2% にまで上がる。アプリはもはや、現代の出会いを支えるインフラになったと言っていい。これだけ多くの人が使い、これだけ大きなお金が動いている。では、その巨大な売り上げは、一体どこから生まれているのか。ここを理解することが、アプリの本質に近づく第一歩になる。鍵は、運営会社がどうやって稼いでいるか、という一点に隠れている。チャプター2、収益の 98% を占める、継続課金。アプリの稼ぎ方を知るには、運営会社の決算を見るのが一番早い。世界最大手は、Tinder などを運営するマッチグループという会社だ。同社の2024年の売上は、およそ 34.8 億ドルに上った。日本円にすれば、5000億円を優に超える巨大な規模である。だが、本当に注目すべきは、その売上の中身の方だ。売上のうち、実に 98% が利用者からの課金収入で占められていた。広告による収入は、わずか 2% 程度に過ぎない。つまりこのビジネスは、利用者が払う料金そのもので成り立っている。毎月のサブスク、そしてアプリ内での追加課金が収益の柱だ。では、この会社は何を最も重要な指標として見ているのか。それは、課金している人の数と、一人当たりの課金額である。この2つの掛け算が、そのまま会社の売り上げになる。だからこそ運営会社は、課金者数の増減に極めて敏感だ。実際、2024年は課金者数が前年より 5% 減り、経営上の課題となった。そして、ここで一つの重要な事実に気づかされる。会社が追いかける数字の中に、成婚した人の数は入っていないのだ。チャプター3、成婚すると、売上が減るという矛盾。ここから、少しだけ立ち止まって考えてみたい。アプリの収益は、課金してくれる利用者の数で決まっていた。では、利用者が理想の相手と出会い、見事に結婚したらどうなるか。その人はアプリを退会し、当然ながら課金もやめてしまう。会社の側から見れば、一人分の売り上げが静かに消えることを意味する。つまり成婚とは、運営会社にとって収益の終わりでもあるのだ。ここに、利用者と会社の間で、奇妙な利害のねじれが生まれてくる。利用者は、
一日でも早く相手を見つけて卒業したいと願う。ところが会社は、できるだけ長く課金を続けてほしいと考える。両者が望むゴールは、実のところ正反対の方向を向いている。ただ、ここで絶対に誤解しないでほしいことがある。これは、アプリがわざと結婚させない、という告発の話ではない。そんなことを示す証拠は、どこを探しても存在しないからだ。これはあくまで、ビジネスモデルそのものに内在する構造の話だ。継続課金で稼ぐ以上、長く使われるほど収益が増えるのは当然だ。その力学が、サービス設計の前提に静かに組み込まれている。チャプター4、ゲーム化する設計と、ある訴訟。アプリを使っていると、どこかゲームに似ていると感じないだろうか。スワイプ、いいね、そしてマッチが成立した瞬間の、あの高揚感。これらはすべて、人の心を引きつけるよう丁寧に設計されている。例えば、かつて Tinder には利用者の内部ランク付けが存在した。人を望ましさで点数化する ELO スコアと呼ばれる仕組みだ。2016年には当時の経営トップがその存在を公に認めている。誰が誰に表示されるかはこうしたスコアで調整されていたのだ。そして2024年、この設計をめぐる訴訟がアメリカで起こされた。提訴されたのはくしくもバレンタインデーのことだった。訴えの中身はかなり踏み込んだ刺激的なものだった。アプリはゲーム的な依存を誘発するよう設計されているというのだ。利用者を永続的な課金ループに閉じ込めているという主張である。マッチをわざと得にくくし、高額な課金へ誘導しているとも訴えた。これに対して運営会社の側は全面的に反論している。根拠はゼロだ。我々は毎日ユーザーを卒業させようとしていると。この訴訟はまだ係争中で、主張が事実と認められたわけではない。チャプター5、結婚相談所はなぜ真逆なのか。ここでもう一つの選択肢に目を向けてみたい。昔ながらの結婚相談所という存在だ。一見するとアプリより高くて古臭い仕組みに見えるかもしれない。だが、そのビジネスモデルはアプリと正反対の構造を持っている。多くの相談所には成婚料と呼ばれる料金が存在する。利用者が成婚して退会するときにまとまった金額を支払う仕組みだ。大手ではこの成婚料が20万円を超えることも珍しくない。つまり相談所は会員を結婚させて初めて大きく稼ぐことができる。成婚が収益の終わりではなく、むしろゴールになっているのだ。だから相談所には利用者を早く結婚させようとする動機が働く。実際、ある最大手では2024年に16,398組もの成婚が生まれている。アプリが居続けてもらって稼ぐモデルだとすれば、相談所は卒業させて稼ぐモデルだと言えるだろう。同じ婚活でありながらお金の流れる向きが全く逆なのだ。この違いを知っておくだけでサービスの選び方は大きく変わる。チャプター6、それでもアプリで結婚する人はいる。ここまでアプリの構造的な問題ばかりを見てきた。では、マッチングアプリは使うべきではないのだろうか。結論を急ぐ前に、もう一度だけデータに立ち返りたい。思い出してほしい。ネットで出会って結婚した夫婦は7組に1組だった。アプリは確かに多くの人を現実の結婚へと導いている。構造に矛盾があることと役に立たないことは全く別の話だ。大切なのは仕組みを理解した上で自分が主導権を握ることにある。アプリ側の目的はあなたを長く課金させ続けることにあった。その流れにただ受け身のまま乗ってしまってはいけない。だらだらと使い続けるほど得をするのは運営会社の方だ。期限を決め、目的を明確にし、合わなければ思い切って見切る。時には、成婚を目的とする相談所へ切り替える判断も必要になる。さらに、アプリには詐欺などの危険も確実につきまとっている。2024年、
SNS を入り口とした投資やロマンスの詐欺被害は1271億円に達した。便利な道具であるほど、使う側のリテラシーが厳しく問われる。アプリに使われるのではなく、アプリを使いこなす側に回ることだ。エンディング。マッチングアプリは、本当にあなたを結婚させたいのか。その問いへの答えは、冷たい決算データの中に隠れていた。収益の 98% は、利用者が払い続ける課金で成り立っている。成婚は、運営会社にとって収益の終わりを意味していた。だからこそ、長く使われ続ける仕組みが前提になっている。一方で、結婚相談所は全く逆の構造を持っていた。会員を卒業させることで稼ぐ、成婚料というモデルだ。そしてそれでもなお、7組に1組はアプリで結ばれている。大切なのは、この仕組みを頭ごなしに敵視することではない。その構造を理解した上で、自分の目的のために使い倒すことだ。道具に振り回されるのか、それとも道具を使いこなすのか。その分かれ目はいつだって私たち自身の手の中にある。あなたは、マッチングアプリをどう使っていますか？ぜひコメントで聞かせてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。